繁殖のため生物の体内に宿る寄生虫。その寄生虫に体を蝕まれてしまった人間の悲惨な末路とは。はい、どうも、アルゴメトリのケンちゃんです。どうも、やみやみこです。ということでね、本日はね、人間に寄生する寄生虫についてご紹介していきたいと思います。もうケンちゃんみたいな人よ。でも私のあれよ、蟯虫検査めちゃくちゃ好きだったわよ、私。だって俺も友達のケツに貼っては剥がして交換して先生にぶち怒られたの。蟯虫交換してたの？こうペタ貼って剥がしてって書いてた。私も大好き。来たね、この二人。繁殖のため生物の体に宿る寄生虫。その寄生虫に体を蝕まれてしまった人間の悲惨な末路とは。馬ハエ。我々の日常生活においてハエは食べ物やゴミにたかり害虫としての認識はあると思うんですが、そこまで脅威に感じる虫ではないですよね。しかしこの馬ハエは侮ってはいけないんです。この虫の幼虫、つまりウジ虫は他の動物の体内に寄生して成長する寄生虫なんです。こんなものが体内に侵入すると考えるだけでもゾッとしますよね。この馬ハエ、名前の通り馬の内臓に寄生するんです。そしてまず親が馬の毛に直接卵を産みつけます。さらに馬が毛づくろいをする際に舐めて卵に唾液がつくことで孵化し、幼虫は馬の口から体内に侵入します。侵入した幼虫はまず歯茎に寄生し、成長とともに胃直腸へと寄生場所を移していきます。最終的には糞とともに排出され、地中に潜ってさなぎになり、やがて成虫へと孵化するんです。この際に宿主となる馬は胃や直腸が炎症を起こすことで潰瘍ができて、ひどい場合には胃が破裂して死んでしまうこともあるんです。このように本来は馬に寄生する馬ハエなんですが、このハエの種類を細かく分類していくと、牛ハエや羊ハエといった特定の生物への寄生に特化した種類に分けることができるんです。その一つにヒトヒフハエというものがいるんです。名前を聞いてなんとなくピンときますよね。そうなんです。このハエの幼虫は人間に寄生するんです。実際にあったヒトヒフハエに寄生された人について紹介していきます。南米ペルーの首都であるリマに住む17歳の少年は、ある日体のある場所に違和感を感じ始め、さらにその場所が腫れる症状に見舞われたんです。そのため病院で MRI 検査を受けたところ、体内にヒトヒフハエが寄生していたことが分かります。しかし驚くべきは、ヒトヒフハエが寄生していた場所なんです。なんとそれは目の中だったんです。しかも寄生虫の全長は3センチとかなり大きいものだったんです。そのままにしておけば脳にまで到達する恐れがあったため、摘出手術が行われ、その後少年は無事回復したそうなんです。ここで実際に人間に寄生している様子を写した写真を見ていただきましょう。もう見てるだけで痛いですよね。今回は控えめなんですが、グロすぎてここでは見せられないんで、気になる人は調べてみてください。では一体どのようにしてヒトヒフハエはこのように人間の体内に入り込んでいくのでしょうか。その寄生方法は直接宿主である人間の体に卵を産みつけるわけではないんです。まずメスの蚊やダニなど人を吸血する昆虫のお腹に体をこすりつけて卵を産みつけるんです。そして卵を産みつけられた蚊やダニが人に付着した際に、人の体温によって卵は孵化し、蚊やダニが吸血して開けた皮膚の穴から体内に侵入するんです。気持ち悪いな。侵入したヒトヒフハエの幼虫は体内で2度ほど脱皮をしながら成長し、やがて自身が侵入した穴から体外に出てさなぎとなり成虫へと孵化するんです。ヒトヒフハエに寄生された場合、ヨウ素症という疾患が現れます。基本的には腫れや炎症、痛みなどが主な症状なんですが、ヨウ素症の症状はいくつかの種類があり、ウジの寄生部位によって決まるんです。特に耳に寄生された場合は、這い回るような刺激と耳鳴り、嫌な匂いの膿が出る場合もあるんです。最悪の場合は中耳にウジが侵入した場合、脳へと移行する危険性もあるんです。いやー、もう寄生されたらね、たまったもんじゃないですよね。俺そうよね。もう私も寄生されたくない。もう誰もしねえわ。全寄生虫が拒否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 だよ。もう侵入。ロアロア。このロアロアは別名アイワームとも呼ばれています。アイワームのアイは目のことであり、人間の目に寄生する寄生虫なんです。寄生されてしまった人の実際の写真がこちら。気持ち悪いな。
ロアロアは中央または西アフリカの熱帯雨林地帯に広く分布しており、そこに生息するマンゴフライというアブに刺されることで寄生されます。ロアロアが持つアレルゲンに対し人の体は反応し、かゆみやむくみ、ひどい時では痛みを伴うこともあるんです。人に寄生したロアロアは皮膚の下を移動し、最終的には目に住み着くんです。寄生された場合、オスなら30ミリから34ミリ、メスになると40ミリから70ミリにまで成長するんです。しかし実際に寄生された人の中には半端ない大きさまで成長したロアロアが発見された症例もあったんです。その大きさはなんと50センチ。目つぶれるわ。しかもこの寄生虫は放っておけば17年もの間生き続けることができるため、発見次第早急に取り除く必要があるんです。寄生虫って目の中が好きなのか。私もなんかめっちゃムズムズしてきたんだけどな、俺も。マジ？うん。ちょっと見せてみ。うわー、寄生してる。顔がやばいわ。いや、どこ見てんのよ、あんた。目の中見なさいよ。藤谷。ガ食古虫。その実際の写真がこちら。白い糸のような形状をしているこの寄生虫、見た目は大したことはなさそうなんですが、実はこの寄生虫は先ほど紹介したものよりもかなり恐ろしい性質を持っているんです。それを証明するような言葉があります。多くの虫に寄生させられては、虫を殺すより人間を殺す方早し。この言葉は日本で過去に発見されたガ食古虫について当時の専門家が残したもの。寄生虫よりも人間を殺した方が早いと言ってしまうほどのこととは一体。ガ食古虫は世界でも14例しか感染者が発見されていない寄生虫なんです。そのうち6例は日本で発見されており、場所は関東から九州まで広範囲にわたります。他人事ではない恐怖を感じざるを得ません。日本で報告された例の一つは、1988年茨城県に住む48歳の男性がガ食古虫に寄生された例があるんです。その男性ははじめ腰の痛みを訴え、整形外科で診察を受けていました。しかしどんな治療法を試しても効果はありません。その後、精密検査でガ食古虫が寄生していたことが発覚。しかも症状が出ていた腰だけではなく、肺にも寄生していることが分かったんです。そして最終的にその男性は呼吸困難により亡くなってしまいました。しかしガ食古虫に寄生され死亡したのはこの男性だけではありません。実はガ食古虫は感染者の 100% が死亡する殺人寄生虫なんです。どのようにして人間を死に至らしめるのでしょうか。ガ食古虫は人間の体内に侵入すると急速に分裂を始め、皮膚は盛り上がり、その後分裂を繰り返しながら様々な臓器、組織に転移していきます。脳にまで広がることもあり、転移した場所を次々に破壊していくんです。これにより寄生された人間の多くは嘔吐、下痢、さらには血を吐いたり腹痛、胸痛、脳障害など様々な症状が起こってしまうんです。また治療方法も確立されてはおらず、通常他の寄生虫の治療は外科手術で摘出する方法が有効なんですが、ガ食古虫は増殖したものを完全に取り除くことは難しく、残ったものからまた分裂してしまうんです。そのため寄生虫の専門家であっても、寄生虫を殺すより人間を殺す方が早いと治療の無力を嘆いたんです。さらにガ食古虫の恐ろしい性質があるんです。それは感染経路が不明だということ。つまりこれは感染を防ぐための具体的な予防策が見つかっていないということになるんです。現在推測されている感染経路なんですが、感染者の共通点として挙げられたのがカエルやヘビなどの両生類、爬虫類を食べること、また井戸水を飲むことが日常的に多いということだったんです。でも日本人に感染するなんて私たちも気をつけなきゃいけないわよ。怖いっすよね。俺もね、この間ヘビ飲んだばっかだったんで。はい。ああ、もうあんたアフリカの原住民じゃないですか。フィラリア。フィラリアが人間に寄生する方法は、フィラリアの幼虫を体内に持つ蚊が人を刺し、その傷口から寄生するんです。その後フィラリアは人間のリンパ管に移動して成虫になると、人間の体に恐ろしい変化をもたらすんです。寄生されてしまった人間の写真がこちら。いやー、グロいっすよね。一体なぜこのようになってしまったのでしょうか。フィラリアはリンパ管にミクロフィラリアと呼ばれるわらじ虫を生み出すんです。そもそもリンパ管には人体の有害物質を取り除き洗浄するという役割があるんですが、ミクロフィラリアによってこの機能が阻害されてしまうんです。そうしたことによってリンパ浮腫といった症状が人間の体に現れます。この症状は主に足に起こるもので、足にリンパ液や毒素がたまり、体が大きくむくんでしまうんです。成虫は人の体内で何千匹というミクロフィラリアと呼ばれる
わらじ虫を生み出します。そして感染した人を蚊が吸血することで蚊の体内にミクロフィラリアが取り込まれ、さらに感染が広がるといったサイクルを生み出すんです。さらに感染者の多くは子供時代に感染して大人になってから発症する傾向にあります。その後それは臓皮病という症状に発展していくんです。これは足がむくんで肥大化し、象の皮膚のように硬くなってしまう病気なんです。怖はフィラリアはこのことから別名エレファントワームとも呼ばれているんです。実はこのフィラリア、日本で有名なある偉人も規制されていたというんです。その人物が西郷隆盛。西郷隆盛は国父と呼ばれ、薩摩藩の実権を握っていた島津久光の怒りを買ってしまい、徳之島への島流しを命じられるということがありました。その後追い打ちをかけるように沖永良部島に流されてしまうんです。亜熱帯気候の沖永良部島でフィラリアは風土病として知られており、西郷はこの地で感染してしまったと言われています。西郷隆盛は臓皮病にまで感染が進行していたんです。そして感染していた部位はなんと陰嚢でした。そう、いわゆる金玉だったんです。今日一怖えわ。西郷は肥大化した陰嚢が邪魔をして馬にも乗れず、遠距離へ行くにはカゴを使用し、短距離は徒歩で移動したものの股ずれの痛みに苦しんでいたそうなんです。また西南戦争後の死体検視の時、自害をした西郷は開削によって首がなかったため、その陰嚢の大きさで本人を見極めたという逸話が残っているんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。